街のスクランブル交差点を渡る人波の中で、花の視線は常に斜め下を向いていた。手に握られているのは体の一部と言ってもいいスマートフォンだ。画面の中では秒単位で新しい動画が流れ、 SNS のタイムラインにはスイーツや誰かの楽しげな日常が際限なく更新されていく。あ、今のウケる。シェアしなきゃ。指先だけで世界とつながっている感覚。友達とカフェに入ってもまずは写真を撮ってアップするのが先だ。目の前にいる相手の顔を見るより、投稿につくいいねの数や届いた通知の通知音が花の心を支配していた。もしもスマホを家に忘れたら、きっと息ができなくなってしまう。それほどまでに花の日常はインターネットの世界に染まっていた。よーし、私はイケてる女の子。しかしその心はどこかひび割れていた。いくら情報を追いかけても喉が渇くような焦燥感が消えない。流行を追いかけ、通知を気にする毎日はまるで出口のない迷路を全速力で走っているようだった。そんな花に両親はついに強硬手段を突きつけた。夏休みの間、おばあちゃんの家に行ってきなさい。スマホはお父さんが預かるからね。無理。絶対に無理。花の悲鳴に近い抗議も虚しく、スーツケースには必要最低限の着替えだけが詰められた。目的地は地図の端っこにある山と田んぼしかない小さな村。花を乗せた電車が都会のビル群を抜け、緑の濃い景色へと飲み込まれていく。それは花にとっては久しぶりのオフラインの世界への入り口だった。ガタンと大きく揺れて止まった1両編成の電車からホームに降り立つと、そこにはうるさいほどのセミの声とむせ返るような草の匂いが待っていた。うわー、暑い。花は癖でポケットからスマートフォンを取り出そうとしたが、何もないことに気づき、深いため息をついた。駅は無人で自動改札すらない。迎えに来てくれた祖母の車に揺られること20分。たどり着いたのは大きな古い家だった。花、よく来たね。ゆっくりしておくれ。ニコニコと笑う祖母に連れられて部屋に入り、花が真っ先にしたのはこっそり持ち込んだタブレットの電源を入れることだった。しかし画面の左上に表示されたのは無情な県外の2文字。嘘でしょ？ここ日本だよね。部屋の隅々まで腕を伸ばし、電波を探してうろうろする。窓際、縁側、果ては庭の隅まで歩いてみたが、アンテナが一本も立つことはなかった。世界から切り離されたような絶望感が花を襲う。画面が暗転し、そこに映った自分の顔があまりに情けなくて、花は地面に座り込んでしまった。なんだ、迷子か？頭の上から聞き覚えのある、でも少し低くなった声が降ってきた。顔を上げると、そこには一人の少年が立っていた。麦わら帽子をかぶり、首にはタオルを巻き、T シャツの袖を肩までまくっている。日に焼けた腕はたくましく、足元は泥のついた長靴だ。アキトくん？よう花、何年ぶりだ。都会のお嬢様が庭のど真ん中で何してんだよ。アキトは幼い頃に夏休みが来るたび一緒に遊んでいた幼なじみだった。最後に会った時は自分より背が低かったはずなのに、今は見上げるほど高い。別にちょっと調べ物をしたかっただけ。調べ物ってその板でか？ここじゃそんなのただの重りだぞ。アキトは花のタブレットを指さしていたずらっぽく笑った。電波がないなら自分の目で見ればいいだろう。ほら、そんなとこにいないで来いよ。いいもん見せてやるから。アキトは迷いのない足取りで花を置いてスタスタと歩き出した。花は行かないと言いかけて、けれど
一人で県外の部屋にいる寂しさに耐えきれず、しぶしぶその背中を追いかけた。アキトの背中を追って着いたのは村の外れにある小さな川だった。ほら見てろよ。アキトが川べりに置いてあったスイカを冷たい水の中から引き上げた。包丁で真っ二つに割るとパカッという心よい音とともに鮮やかな赤色が顔を出す。はい、花の分。ありがとう。差し出されたスイカにかじりつくと驚くほど甘く冷たかった。冷蔵庫で冷やしたものとは違う芯まで潤うような自然な冷たさ。花は思わず「おいしい」とつぶやいた。だろう、この川の水は一年中冷たいんだ。昔の人はこうやって食べ物を冷やしてたんだってさ。アキトは種を遠くへ飛ばしながら楽しそうに話す。花はふとスマホがないことに気づいた。いつもならこの真っ赤なスイカと川の景色を写真に撮り、冷え冷えスイカ最高と投稿しているはずだ。でも今はその手間がない代わりに、風の音や水の流れる音、そしてスイカの甘みが驚くほどダイレクトに脳に伝わってくる気がした。そうか、スマートフォンを意識しないとしっかり現実を楽しめるんだ。花は急に世界が鮮やかに見えるようになった気がした。こんなにすごい世界にいるのに、私はずっとスマートフォンの画面ばかり見ていた。花は周りを見渡し、上を見上げて、スマートフォンを見ている時には気づかないリアルの世界の中にいる自分を再確認した。その後、アキトは花を自分の家へと誘った。そこは古い民家をアキト自身が手伝って直している場所だった。これ見て、おばあちゃんから教わったんだ。アキトが見せたのは色とりどりの布で作られた小さな袋だった。捨てちゃうような古い布でもこうやって形を変えれば新しく生まれ変わる。これが温故知新ってやつかな。温故知新？そう、前に学校で習わなかったか？古いものを大切にしてそこから新しい知識や発見を得ること。俺、この村で暮らしてると毎日そればっかりだよ。アキトは家の匂いを楽しむように大きく息を吸って吐いた。スマホの中には新しい情報があふれてるかもしれないけどさ、ここには何百年も前から続く本物があるんだ。花も画面ばっかり見てないで自分の手で何か作ってみないか？アキトに促され、花は恐る恐る針と糸を手に取った。最初は指を刺しそうになって悲鳴を上げたが、アキトに教わりながら一針ずつ進めていく。便利で一瞬で終わるコピー&ペーストの世界とは違う、もどかしいほどゆっくりとした時間。けれど、1時間かけて小さなコースターを縫い上げた時、花はこれまでに感じたことのない達成感を味わっていた。できた。いいじゃん、筋いいよ。それ世界に一つだけの新しいコースターだな。アキトに褒められ、花の方が少し赤くなる。スマホの通知に振り回されていた時には感じられなかった静かでも確かな心の充足感。花は窓の外に広がる夕焼けに染まった田んぼを眺めた。画面のフィルターを通さないその色は、どんな高画質な液晶よりも鮮やかで深く花の瞳に焼き付いた。古いものの中に自分がずっと探していた新しくて大切なものが隠れているような不思議な予感がしていた。数日が過ぎ、花の肌はほんのりと健康的な色に変わっていた。スマホのない生活にあんなに怯えていたのが嘘のようだ。その日の午後、村の鎮守の森にある小さな神社でお祭りの準備が行われていた。といっても都会の大きなフェスティバルとは違い、村の人々が手作りで進めるささやかな催しである。花、こっち手伝えよ。境内の隅でアキトが大きな木箱を広げて待っていた。中には紙が剥がれかけ、骨組みがむき出しになった古い提灯がいくつも入っている。これ全部直すの？おお、
代々使われてきたやつだからな。糊で丁寧に貼り直せばまた何年も使えるんだ。花はアキトの隣に座り、ハケを使って紙に糊を塗っていった。指先がベタベタしたが、不思議と嫌な気持ちはしない。むしろ破れた部分を慎重につなぎ合わせていく作業は、バラバラになっていた自分自身の心をつなぎ止めていくような不思議な集中力を花に与えてくれた。作業中、アキトがふと手を止めて遠くの山を眺めた。俺さ、中学の時一度だけ都会の高校に行こうか迷ったんだ。意外な告白に花は手を止めた。でもさ、この村の景色やお年寄りたちが守ってきた知恵を見てたらもったいないなって思ったんだよ。便利なものはどんどん増えるけど、一度なくした伝統や記憶は二度と戻らないだろ。だから俺は古いものを守りながら新しい生き方を見つけたいんだ。アキトの横顔は花が知っている同世代の男の子たちよりもずっと大人びて見えた。花はさ、東京に戻ったらまたスマホばっかり見るのか？不意に投げかけられた問いに花は答えに詰まった。わかんない。でも前みたいに通知が来ないと不安でたまらない自分にはもう戻りたくないかな。そうか。俺はさ。アキトがこちらを向き、まっすぐに花の目を見つめた。夕暮れ時の柔らかな光が彼の瞳を茶色く透き通らせている。スマホの画面を見てイライラしてる花より、今一生懸命に提灯直して笑ってる花の方がずっといいと思うぞ。俺は今の花が好きだ。心臓がトクンと大きな音を立てた。それはスマホの着信音よりもずっと強烈に花を揺さぶった。恥ずかしくて花は慌てて手元の提灯に視線を落とした。アキトくん、それずるいよ。本音だよ。アキトは照れくさそうに笑いながらまた作業に戻った。二人の間を涼しい夕風が通り抜けていく。今隣にいるアキトが自分を認めてくれたこと、その温かさが花の胸をいっぱいに満たしていった。温故知新。アキトが教えてくれたその言葉が花の中に確かな形になり始めていた。古いもの、不便なもの、その中にある本当の豊かさを知ったとき、花の恋心もまた古い提灯に明かりがつくように静かにけれど強く燃え始めていた。その夜、山の天気は一変した。昼間の静けさが嘘のように、激しい雨が家の屋根を叩き、激しい雷鳴が響き渡る。キャッ！大きな音とともに家中の電気がふっと消えた。停電だった。部屋は一瞬にして深い闇に包まれた。いつもならすぐにスマホのライトをつけ、 SNS で停電中とつぶやいて誰かとつながることで不安を紛らわせるはずだった。でも今の花の手元には光る画面も誰かからの返信もない。花、大丈夫か？暗闇の向こうから低い声が聞こえた。アキトだった。彼は手に古い懐中電灯を持っていた。おばあちゃんが「昔はこれが当たり前だったんだよ」と、かつての村の暮らしやもっと大きな嵐が来た時の思い出話を語り始めた。電気が通っていない時代、人々はこうして身を寄せ合い、声を聞き、物語を共有して夜を越してきた。花は自分の孤独が溶けていくのを感じた。便利じゃないって寂しいことだと思ってた。でもこうしてるとすごく温かいね。花の言葉にアキトが優しくうなずいた。電気がなくてもつながれるものはあるんだよ。心とか言葉とかさ。花は暗闇の中でアキトの温かい手を探し、そっと触れた。
明人もまたその手を力強く握り返した。画面越しに何百人とつながっている感覚よりも、たった一人、今隣にいる人の手のぬくもりを感じること、それがどれほど贅沢で勇気をもらえることか。私、東京に帰ってもこの光を忘れないよ。雨が少しずつ弱まっていく中、花は心に決めていた。便利さの裏側で見失っていた本当に大切なものをもう二度と手放さない。明人の握る手の熱が花の決意を優しく支えていた。夏休み最後の日、村の駅のホームには花と明人、そしておばあちゃんの姿があった。これ持っていきな。明人が手渡してくれたのは、あの夜一緒に直した小さな提灯と、花が初めて縫い上げたコースター、そして一通の手紙だった。東京に帰ったらまた忙しくなるんだろうけどさ、たまには空を見上げてここのことを思い出せよ。うん、絶対また来るね。約束だよ、明人くん。花は明人の目を見てはっきりと伝えた。1ヶ月前、下ばかり向いていた自分はもういない。2人の間に流れる空気は秋の風のように爽やかだった。東京に戻り、花は返却されたスマホをバッグから取り出した。1ヶ月ぶりに電源を入れると、溜まっていた通知が滝のように流れ落ちてくる。以前の自分なら血相を変えて返信に追われていただろう。でも今の花はその画面をそっと消し、窓の外に目を向けた。夕日に照らされた高層ビル群、都会の景色もよく見ればこんなに輝いていたのだ。日常に戻った花の生活は劇的に変わった。朝起きてすぐにスマホを開くのをやめ、窓を開けて深呼吸をするようになった。授業の合間も画面を眺める代わりに友達の目を見て話し、一緒に笑う時間を大切にした。SNS との付き合い方も変わった。誰かに見せるためではなく、自分の心が本当に動いた瞬間だけを日記を書くように大切に残すようになった。ある日の午後、花のもとに一通のハガキが届いた。花へ、こっちは栗の収穫が始まったよ。温故知新、覚えてるか？古い蔵から面白いカメラを見つけたんだ。今度来たらこれで写真を撮ろう。明人。不器用な文字で書かれたその便りを花は胸に抱きしめた。デジタルな通知音よりもずっと深く温かく心に響く。花は机に向かい、お気に入りのペンを手に取った。明人くんへ。今日こっちの空もあの日みたいに真っ青だよ。温故知新。古い知恵が教えてくれた今を生きるという魔法。花はスマホを机に置き、新しい自分として光り輝く現実の中へと一歩を踏み出した。その足取りはどこまでも軽やかだった。